今回は、北海道函館市の函館駅前にある小さなホテル駅前に泊まってみたので紹介します。なお、今回は最安値の宿泊プランのため、朝食はベッドになります。なお、こちらのホテルは、6階建てと小規模ですが、大浴場や整うことができるサウナもあります。なお、フロントは2階にあります。それでは、チェックインが完了したので、これから部屋に向かいます。今回の部屋は、4階にあります。それでは、ルームツアー開始します。部屋からは、函館駅を発着する列車も見ることができました。
設備は、最小限のものは全て揃っています。これから、周辺のおすすめスポットを巡っていきます。まずは、ホテル向かい側にある昭和レトロな函館を堪能できる飲食店などが軒を連ねる商店街、函館駅前横丁を散策します。飲食店などがありましたが、今回はお酒と3種のつまみを堪能できるおすすめのメニューを食べに函館駅2階にあるレストラン、食の宝庫、北海道に向かいます。こちらが、食の宝庫、北海道です。今回は、こちらのメニューを食べていきます。このように、お酒は自分で選べますが、おつまみは事前に用意された3種類が提供されます。なお、こちらのレストランは駅ビルにありますので、仕事帰りや列車に乗る前に食べることも可能です。次は、函館ベイエリアに1月から2月末の期間限定で開催されている神社、金森神社に向かいます。こちらが、金森神社です。冬の期間だけ突如現れる神社で、実際に祈ることもできます。隣接して、ユッケなどを食べることができるお店があったので、早速買っていきます。こちらのニョッキは、特に冬など寒い時には温まるのでおすすめです。
それでは、次にホテルに戻る前に、函館駅前エリアで開催しているイルミネーションを紹介します。こちらの、函館ルミポップは、コロナ禍以降に開催したもので、可愛い色をしたイルミネーションを堪能することができます。ちなみに、開催期間は、毎年クリスマスシーズンから2月末あたりです。それでは、ようやくホテルに戻ったので、他の設備も少し紹介します。2階フロント横には、大浴場やサウナ、インターネットができる場所などがあります。それでは、部屋に戻ったので寝ます。おやすみなさい。おはようございます。早朝から函館朝市を巡って食べる場所を探します。さすがは、朝市。まだ食べる場所はほとんど営業していないですが、すでに魚介類などを売っていました。このように、魚好きにはたまらない丼でした。なお、こちらも一般利用できますので、おすすめです。その後、チェックアウト前にホテルに戻ったが、
ホテルのレストランは2階にあり、一部のお客さんが利用していました。その後、無事にチェックアウトしました。皆さんも、小規模ですが、予約などは穴場となっていますので、こちらのホテルも利用してみてはいかがでしょうか。